ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、花ブルージーンズミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ花の歌声分析動画は今回のブルージーンズで2回目ですね。1回目はですね、ドロップを歌声分析動画として公開しました。こちらのサムネイルの動画になります。概要欄に URL 貼っておきますので、気になる方はですね、ぜひそちらチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回のですね、ブルージーンズ歌声分析したんですけれども、いや、歌の化け物揃いですね。花はもう表現力の幅が広すぎます。どうやったらあの若さであの声を手に入れられるのか非常に気になりました。そのぐらい魅力たっぷりの歌声だったと思います。そういった部分をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、花ブルージーンズ歌声分析 GO！ いいね。ももかさんの声ですよね。僕はももかさんはですね、違うオーディション番組に出演してる時からね、応援してる子なので嬉しいですね。こうやって歌声が聞けるのが。そして相変わらずラップがうまい。子音の発音の仕方もすごく強くてかっこいいし、全体的に躍動感をつけるためのテクニック、スタッカート、これを使って歌ってるんですよね。スタッカートっていうのは全体的に音を切るように歌うテクニックなんですけど、これをすることによって切った後の音が強い音、アクセントになるんですよ。アクセントが生まれてくるからこうね、躍動感が出てるようなラップに仕上がってるっていうか、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱ低音の声がすごく魅力的ですよね。で、この低音の声の魅力を前面に出すためにどういう声の出し方をしてるかっていうと、肺の中の空間、胸腔共鳴という声の響きをメインで使って歌ってます。体の使い方的には喉をちょっと広げて歌うというか、あくびの時の状態の喉に近い感じで歌うっていうか、こういう体の使い方をすると肺の中の空間がよく響きます。おそらくももかさんはその声の出し方を使ってるんじゃないかなって思います。次いきますよ。うわ、綺麗なハモリ。綺麗な声ですね。なおこさんの歌声めちゃくちゃ綺麗で可愛い。すごく魅力的ですね。で、この声どうやって歌ってるかっていうと、鼻の中の空間、鼻腔共鳴、こちらの響きをメインで使って歌ってます。鼻の中の空間っていうのは声の音色をコントロールする部分であったり、あと声質とは関係ないんですけど、高い声を出すときにですね、鼻に声を入れるイメージで歌うと高い声出しやすくなったりするんですけど、そしてももかさんとは対照的になおこさんは胸の響き、胸腔共鳴はあまり使ってないかな。喉の空間もそこまでこう広げてるっていう感じの声ではないですね。もう鼻の中で声の綺麗で可愛い魅力を前面に出した声の出し方をしていると思います。もう一回聞いてみましょう。で、今聞いて思ったんですけど、声に息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックも使ってますね。こうため息をつきながら歌うテクニックというか、このウィスパーボイスを使うことによって耳元で囁いているような雰囲気を声で表現することができます。次いきますよ。かっこいい。今のところもなおこさんですよね。ラップもうまいんですね。
やっぱり全体的にスタッカートを使って音の歯切れの良さを表現してますよね。で、一個前に聞いたメロディーの時の音域よりも若干下げてるんですよね、ラップで歌ってるところは。この部分はちょっと声の出し方を変えていて、先ほど言った鼻腔共鳴がメインの声に対してちょっとだけ胸の胸腔共鳴の響きを足して歌ってるんですよ。なのでラップの部分の声がちょっと大人っぽくなってると思います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、ちょっと大人っぽい雰囲気出てますよね。胸の胸腔共鳴の響きっていうのは声質を太くする性質がある響きなんですよ。なので今の大人っぽい雰囲気が出てる声になったっていうところにつながってくるんですけど、いや自分のパートで2種類の声質を使い分けてます。素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。うわ、すごく個性的な声ですね。この声は小春さんかな。間違っていたらコメントの方でフォロー解説の方ねお願いしたいんですけれども、一度聞いたら忘れられないようなすごくインパクトの強い声質ですよね。でこの声はどうやって出してるかっていうと、鼻の鼻腔共鳴とあとは口の口腔共鳴、この2種類を中心に声質作りをしていると思います。鼻で音色を作って口の中の空間はですね、言葉をはっきりと聞かせたり、あと口の中っていうのは言葉の発音の仕方をコントロールする部分でもあるので、かっこいい子音の発音を使ったらかっこいい雰囲気が出るし、可愛らしいような発音を使ったら可愛らしいような雰囲気が出るっていう風にコントロールの仕方でもういろんな声を表現できたりするポイントでもあるんですけど、この鼻と口を使ってこのインパクトの強い素晴らしい声を作ってるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。後半は特に鼻腔の響きが強いかな。ちょっと鼻声のニュアンスを歌声に混ぜて歌ってるっていうか、それがまた魅力的ですよね。素晴らしい。次いきますよ。いいね。最後の恋した、ここのウィスパーボイスがたまらないですね。で、一個前に聞いた時の声と今聞いたところの声で声の出し方に変化があって、今聞いたところはですね、口の中の奥側、ここの空間をちょっと広めにとって歌ってるんですよね。で、この声の出し方ってクラシックとかオペラに近い声の出し方なんですけど、その音色をうまく使って素晴らしい声を作り上げてるんですよ。もう一回聞いてみましょう。この辺とか、ほら、君がとか、なんかこういう感じの声質ありましたよね、何箇所か。あーみたいな、この声がですね、口の奥を広げた時の声質なんですよね。ちょっとだけあくびの時の喉を作って歌ったっていうか、ポイントポイントでね、これを使って歌ってるからすごいんですよね。次いきますよ。やっぱりジソさんの声僕ねすごい好きなんですよ。なんかこう口をあまり開かずに声のほとんどを鼻に入れて歌ってるようなこの魅力的な声がですね、本当に大好きです。すごく可愛らしくもあり、すごくかっこよくもあり、いろんな魅力が詰まった歌声だと思います。本当ね、鼻のコントロールが天才的なのかな。めちゃくちゃいい声。もう一回聞いてみましょう。子音の発音もすごく強いしね。でも全部を強く子音を発音してるわけじゃなくて、やっぱりこうかっこよく聞かせたいところの子音を狙って強く発音してるんですよね。いや、素晴らしすぎます。次いきますよ。かわいい。めちゃくちゃかわいいですね。いろんな意味でニヤニヤしてしまいます。すいません。次いきますよ。
いやいいですねすごくいいですね。いやバックのサウンドはめちゃくちゃシンプルなんですよね。ダダダダみたいな感じですごくシンプルなんですけど、歌の存在感が素晴らしすぎてバックのサウンドがシンプルだっていうことに気づかないですよね。僕最後の最後で気づきましたもん。いや本当に歌でね引きつける魅力ものすごいあると思います。素晴らしすぎる。次いきますよ。いいね。このゆったり聴けるラップのリズム感たまんないですね。素晴らしい。ラップっていうとね、こう割とガツガツ前にこうアタックを強く出すみたいなイメージが強かったんですけど、すごくこうふわっとした感じが心地いいですね。マヒナさんのラップかな。ゆったりとした雰囲気が出てる理由としては、全体的に音を滑らかに移動させるレガートっていうテクニックが使われてるんですよね。でラップって多いのは先ほども言ったようにやっぱりガツガツとアタック感を前に出すためにスタッカートを強く入れるとか子音を強く発音する、こういうテクニックが一般的だと思うんですけど、でもマヒナさんの今のラップはですね、それとは正反対の雰囲気を表現しているんですけど、それが逆にすごく優しくて温かみがありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほらなんかねすごく優しいですよね。なんか悪いことをしても何でも許してくれそうなね、そんな優しさすら感じますよ僕は。次いきますよ。で最後音域が下がったじゃないですか。ここでマヒナさん一つテクニック使ってるんですけど、声っていうのは低くなればなるほど胸腔共鳴に響きが集まりやすいっていう性質を持ってます。逆に高い音になればなるほど鼻の鼻腔共鳴に響きが集まりやすいっていう性質もあるんですけど、でも胸腔共鳴に響きが集まることのデメリットとしては、低くなればなるほど声がモコモコしてしまう、重い感じがするっていうかね。これを今マヒナさんは低い音の先ほど言った声の性質とは逆のですね、低い音で鼻の響き、鼻腔共鳴の音色を足して歌ったんですよね。これをすることによって低音域なんだけど声の輪郭をくっきりと表現することができるんですよ。その辺注目してもう一回聞いてみましょう。Like a fantasy のあたりで鼻に響きを入れてるんですよね。だから声の雰囲気もすごくいい意味で軽い感じになってますよね。いやこのテクニックを知ってるのに僕はねびっくりしました。あまりね一般的なテクニックではないので知らない人の方が多いかなっていうふうに思っていたんですけど、素晴らしいですね。次いきますよ。いい。いや小春さんの声すごく大人っぽくて色気のある歌声素晴らしいですね。で響きのバランスもですね素晴らしいんですよね。胸腔口腔鼻腔全部まんべんなく使ってる感じで声の安定感も素晴らしいですし、もう聞いていて安心してくるような雰囲気を持っている歌声かなっていうふうに思います。で音の切り方とかも絶妙ですしね。もう一回聞いてみましょう。若干こう声に空気感がありますよね。ウィスパーボイスではないんですけど、こうハスキーな感じの声っていうか、ここがまた魅力的ですね。次いきますよ。いいね。いやちかさんの声も素晴らしいですね。チェストボイスって言われる地声のことなんですけど、胸の胸腔共鳴の響きをメインで使った歌声なんですよ。だから声の存在感がものすごく強いんですよね。チェストボイスをメインで使った音楽ジャンルって何かって言ったらゴスペルとかが代表的なジャンルの一つなんですけど、本当に魂の叫びを感じるような歌声っていうか、ハイトーンになればなるほど歌声に感情が乗っているような雰囲気がしてくる声っていうかね、すごくいい声。もう一回聞いてみましょう。
のかとか、この辺とかが特に今チェストボイスの響きが感じやすかったポイントかなっていうふうに思うんですけど、いやすごい声ですね。次いきますよ。いい。一回ここで止めます。素晴らしすぎる。なんか R&B 歌手みたいですね。日本のではなく海外の。すごいうまい。やばいですね。今ね、びっくりしすぎて鳥肌がゾワゾワっと出たんですけど。いやー、こんなに若いのにこんなにすごい歌を持ってるなんてすごい。もう一回聞いてみましょう。ほら。やばいですよ。本当にうまいですね。いやー、素晴らしすぎます。次いきますよ。あ、なるほどね。ここでこうサビに入るわけだ。いやー、びっくりですね。みんな素晴らしいですよ。一人一人がものすごく魅力的な歌声を持っていますし、さすが今一番注目されてるガールズグループ花の皆さんですよね。サビ頭からもう一回聞いてみましょうか。かっこいいですね、ゆりさんの歌声。で、英語の発音が素晴らしいですよね。すごくネイティブな感じが出てるっていうか、いや、これはね、素晴らしいです。で、その後の汗だくでっていうところも、なんか英語のシーン的な雰囲気を感じたんですよね。Your hair was a mess 汗だくで。もうここ全部英語なんじゃないかっていうぐらい、すごくね、シーンが綺麗だったんですよね。で、その雰囲気がフレーズのかっこよさを表現してるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。で、リズム感が素晴らしいですよね。で、リズムには前乗りって言われるちょっとだけ早く歌うリズムの取り方と後乗りって言われるちょっとだけ遅くリズムを取る歌い方の大きく分けると2パターンあって、今ゆりさんは後乗りっていうタイプのリズムの取り方で歌っていたんですけど、このリズムの取り方がですね、バックのサウンドのアタック感と重なることによってめちゃくちゃかっこいい雰囲気を表現してるんですよね。で、声の出し方は胸腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つを中心に使ってる感じの声だと思うんですけど、大人っぽい雰囲気を感じるポイントもあれば可愛らしいような雰囲気を感じるポイントもあるっていう、いい意味で二面性を持ってる歌声だと思うんですけど、いや魅力満載ですね。次いきますよ。やっぱりね、リズム感が良すぎてすごく心地よく音がね耳に入ってきますよね。いやー、最高すぎます。次いきますよ。ここちょっと声の出し方変えましたかね。胸腔共鳴の響きが薄くなって口腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つに変更したかなっていうふうに今ちょっと思ったんですけど、なんか素の声っていう雰囲気を感じたんですけど、気のせいかな。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、思ってたのあたりからまたかっこいい感じの雰囲気に戻ったと思うんですけど、その手前まではなんか素の自分を表現みたいな、飾らない自分みたいな歌声に感じたんですよね。いや、表現力の幅がすごいですね。次いきますよ。で、今ちょっと音流れましたけど、ここから C メロが始まるのかな。聞いていきましょう。うわー、いい声。かわいい声ですね。寝起きに聞きたい声。なんかそういった癒し成分もあるなと思って。で、今の声なんですけど、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声を使って歌ってるんですよね。すごく難しい声なんですけど、テクニック的には。
ただ世の中には稀に使っている声がミックスボイスだっていうふうに気づかない状態で使ってる方もいるんですよ。そういった難しいようで、最初からできてる人もいるみたいな感じなね、不思議な声なんですけど、直子さんはね、今のところを裏声成分が多いミックスボイスを使って歌ってるんですね。多分直子さんは裏声な感じで出してると思うんですけど、そこに胸腔共鳴の響き、ここでね、声の張り感を作って裏声にプラスすることによって地声っぽく聞こえる優しい声、この声を作り上げてるんですね。もう一回聞いてみましょう。超いい声ですね。いやー、本当にすごいなー。次いきますよ。いや、ひなさんの歌声めちゃくちゃストレートな声ですね。すごく気持ちが歌声から伝わってくる歌声というか。で、ひなさんはですね、地声をメインに使っていて、そこにウィスパーボイスの息の音をプラスして歌い上げてます。もう一回聞いてみましょう。あと最初ののところに一瞬ザラザラって音が入ったんですけど、これエッジボイスって言って、ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、ここを使って出す音です。咳払いをするときに動く器官なんですけど、っていうとビリビリって音鳴りますよね。この音をですね、歌のフレーズの一瞬前に入れてあげると、みたいな感じでちょっと切ないような雰囲気を出すことができます。次いきますよ。この泣きそうな表現やばすぎませんか？なんかゴスペルシンガーみたいなすごく感情で歌うタイプなのかな、ちかさんは。一瞬声を聞いただけで泣きそうみたいな感じに思っちゃいますもんね。もう一回聞いてみましょう。いやー、すごい表現力ですね。次いきますよ。曲調がもうなんかゴスペルなのかな、今回のブルージーンズは。なんか終盤にして気づくっていうね。なんかそんな気がしてきました。僕のね、勘違いだったら申し訳ないんですけど、なんかゴスペルっぽい雰囲気をね、感じていたんですよね。だからちかさんの声がね、ものすごく曲に合うなと思って。多分ね、ゴスペルを主軸としてアレンジした楽曲がブルージーンズなんじゃないかな。次いきますよ。いいね。ここが多分ラッサビだと思うんですけど、ラッサビで一気にね、盛り上がった雰囲気、たまらない曲構成ですね。次いきますよ。いい。やっぱこの盛り上がった雰囲気たまらないですね。この1個前のサビのリズムがね、ずっしりした感じのサビもめちゃくちゃかっこよかったですけど、このテンポアップした感じたまんないですね。次いきますよ。こういう感じ？止めちゃった。ごめんなさい。なんか今変な声が出てしまいましたけど、ちょっとね、聞き入ってしまいましたね。じゃあ、ジソさんの歌い出しから言ってみましょう。この声どうやって出してんだろうね。ボイストレーナーが言っちゃいけない言葉だとは思うんですけど、多分このミュージックビデオの通り、口はあまり開いていないような気がするんですよね。その代わり、鼻にいっぱい声を送ってる。前半でも言った説明と全く一緒なんですけど、で、多分この声はミックスボイスだと思うんですよね。鼻に声を多く入れた方がミックスボイスに声って移りやすいんですよ。だから多分ミックスボイスで歌ってんじゃないかな。で、声量はだいぶ抑えめっていうかね。そんな感じだと思います。次いきますよ。
あらららら。ほっぺにチューでしたね。さっきからね、なんか言葉には出していなかったんですけど、こうね、こう遮るような感じだったじゃないですか。最後の最後でほっぺにチューしちゃうんですね。歌声とはね、ごめんなさい、関係ないんですけど、すごく驚いてしまって。次いきますよ。あ、ここで終わりか。なるほどね。でもストーリーはまだ続いていくんですかね。せっかくなんで最後まで見てみますね。あららららららら、あらららららら、あ、エンドロール、ここで終わりか。なるほどね。いや、魅力満載、最高でした。以上、花ブルージーンズ歌声分析はここで終了です。いや、歌の化け物揃いですね、花のメンバーは。いや、素晴らしすぎます。よくあの若さであそこまで歌を表現できるなと思って、もう最初から最後までびっくりしっぱなしでした。いや、こうなってくるとね、やっぱノーノーガールズ見たいなっていう風な気持ちがどんどん湧いてきますね。ただ今ね、ちょっとね、なかなか時間がなくて、見るんだったらまとめてみたいなっていう風に思ってるんですけど、で、せっかくだったらやっぱノーノーガールズを見てリアクションっていう形で皆さんと一緒にこうね、盛り上がっていきたいなっていう風な思いもありますので、もし皆さんがね、ノーノーガールズおすすめだよっていう風にたくさんコメントしていただいたら、僕もね、じゃあ皆さんと一緒に盛り上がりたいから動画公開しようみたいな気持ちになるんで、もしノーノーガールズをおすすめしていただける方がいらっしゃいましたら、コメントでぜひおすすめしてください。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。